皆さん、こんにちは。うさぎちゃんの日本語カフェへようこそ。店長のうさぎです。今日は少しお疲れ気味の方も多いかもしれませんね。そんな時にぴったりのテーマを用意しました。常連のたくやさんがいらっしゃいましたね。たくやさん、いらっしゃいませ。うさぎさん、こんにちは。今日はやっと仕事が終わってここにたどり着きました。お疲れ様です、たくやさん。なんだか少し肩の力が入りすぎているようですよ。何かストレスがたまるようなことがあったんですか？実は大きなプロジェクトが昨日ようやく落ち着いたんです。でもその後、どっと疲れが出てしまって。それは大変でしたね。そんな時はストレス発散が必要ですね。たくやさんは疲れた時、何をして自分を癒していますか？僕はやっぱり食べることですね。特にご褒美グルメには助けられています。ご褒美グルメ、いい響きですね。具体的にはどんなことをするんですか？先週のことなんですが、プロジェクトの締め切り当日の夜、帰り道にコンビニに寄ったんです。ご褒美なのにコンビニですか？普段なら100円くらいの安いアイスで済ませるんですが、その日は思い切って500円以上する期間限定の高級ハーゲンダッツを買っちゃいました。うわー、豪華ですね。500円のアイスはコンビニの中ではまさに貴族の食べ物ですよ。そうなんです。家に着いてからお気に入りの器に盛り付けて、スマホも置いて、その味だけに集中して食べるんです。あの一口目の幸福感のために頑張ったんだなぁと思うと、すっとストレスが消えていく気がするんですよね。素敵ですね。ただ食べるだけじゃなくて、器に盛るとかスマホを置くという工夫が食事を作業からエンターテインメントに変えてくれますよね。店長のご褒美グルメは何ですか？私の場合は仕事帰りにわざわざデパ地下に寄るんです。おお、百貨店の地下にある食品売り場のデパ地下ですね。あそこは誘惑が多いですよね。そうなんです。キラキラしたお惣菜や宝石みたいなケーキを見ているだけで幸せホルモンが出る気がします。私はそこで普段は絶対に使わないような1本1000円のドレッシングとか一くれ1500円のローストビーフを一つだけ買うんです。一つだけっていうのが特別感があっていいですね。はい。それをお気に入りのワインと一緒にゆっくり味わうのが私の至福の時間です。最近は SNS でも背徳飯という言葉が流行っていますよね。背徳飯は高カロリー、脂っこい、濃い味付けなど健康に悪いと分かっていながら、その美味しさや満足感からやめられない罪悪感を感じる食事ですよね。もともと背徳感という言葉が由来してますね。悪いことだと分かっていながら、その禁じられたことをする時のスリルや快感を伴う心理状態のことです。そして、飯は食べ物という意味で、背徳飯というようになりました。夜中に食べる高カロリーなラーメンとかチーズたっぷりのピザとかですよね。そうです。体に良くないと分かっていても、あえてそれを食べることで自分をルールから解放してあげるというストレス発散方法です。たくやさんは背徳飯は食べますか？実は昨日の夜中我慢できずにニンニクたっぷりのラーメンを食べてしまいました。食べた瞬間は明日誰かに会うかなと少し後悔するんですが、あのジャンクな味が疲れた脳には最高のごちそうなんですよね。たまにはいいんですよ。そうやって自分を甘やかして心のバランスを取るのが日本流の上手なストレスとの付き合い方かもしれませんね。そうですね。うさぎさんと話していたら、なんだかまたお腹が空いてきました。今日はうさぎさんのカフェの一番高いケーキをいただけますか？自分へのご褒美に。もちろんです。最高の一皿をご用意しますね。いやー、このガトーショコラ本当に濃厚で疲れが吹き飛びます。お口に合ってよかったです。さて、たくやさん。先ほどは食のお話でしたが、日本人のリフレッシュといえば、もう一つ欠かせないものがありますよね。もしかしてお風呂ですか？
その通りです。最近は単にお風呂に入るだけでなく、サウナで整う体験を求める人がすごく増えていますよね。でも私、整うってどんな感じかわからなくて。サウナで整うっていうのは、マラソンで苦しい時期が続くと突然ふっと体が軽くなって気持ちよくなるタイミングがありますよね。今の私ならどこまででも走れちゃうよみたいな感じですね。いわゆるランナーズハイ、それのサウナ版が整うなんです。わかった気がします。拓也さんはサウナには行かれますか？実は僕、いわゆるサ活にハマってるんです。サ活ですか？サウナ活動の略で、サウナを楽しむことです。週に一度は必ず近所の銭湯のサウナに行きますよ。本格的ですね。サウナの魅力って拓也さんにとってはどんなところですか？一番は強制的にオフになれることですね。今の時代、どこにいてもスマホが手放せないじゃないですか。でもサウナやお風呂の中にはスマホを持ち込めません。確かに、物理的にデジタルな世界から切り離される唯一の場所かもしれませんね。そうなんです。以前仕事のメールが鳴りやまなくて頭がパンクしそうになったことがあったんです。その時逃げ込むようにサウナへ行きました。熱いサウナに入ってその後の水風呂、そして外気浴で椅子に座ってぼーっとしているとどうなりましたか？視界がふわーっとして悩んでいたことがまあいっかって思えたんです。整った瞬間の快感は脳が再起動されるような感覚でした。脳の再起動、詩的な表現ですね。私もサウナは好きですが、家のお風呂でも強制オフを実践していますよ。お風呂の電気をあえて消して、キャンドルの光だけで入るんです。暗闇風呂ですか。それはリラックスできそうですね。はい。視覚情報を減らすだけで、お湯の温度や水の音がすごく心地よく感じられるんです。これも一種のデジタルデトックスですよね。なるほど。そうやって心身をリセットした後は、やっぱり睡眠ですよね。そうですね。最近の日本では、ただ寝る時間を確保するだけでなく、睡眠の質を劇的に上げることにお金を使う人が増えています。拓也さんは睡眠でこだわっていることはありますか？僕は最近リカバリーウェアを使い始めました。着て寝るだけで血行が良くなって筋肉のこりがほぐれるというパジャマなんですが、最近よく話題になっていますよね。効果はどうですか？正直最初は疑ってたんです。でも着て寝た翌朝の目覚めが全然違いました。体が軽いというか、昨日の疲れが残っていないと感じるんです。高い買い物でしたが、毎日使うものなのでいい投資だったなと思っています。攻めの睡眠ですね。私は枕をオーダーメイドで作りました。自分にぴったりの高さに調整してもらったんですが、それだけで夜中に目が覚めることがなくなって朝までぐっすりです。枕一つでそんなに変わるんですね。日本人は世界的に見ても睡眠時間が短いと言われていますが、その分短時間でいかに深く休むかを追求しているのかもしれません。まさにそうですね。忙しい毎日だからこそ、お風呂で強制オフにして質の高い睡眠で完全回復する。このサイクルが現代も日本人に必要なサバイバル術なのかもしれません。確かに、美味しいものを食べてお風呂で整っていいパジャマで寝る、これ以上の贅沢はないですね。実は今日お話ししてきた食や癒しの集大成ともいえる最近注目のストレス発散法があるんですよ。集大成ですか。気になります。一体どんな方法なんですか？それはデジタルデトックス旅です。旅行の間、スマホやパソコンを完全に手放して過ごす宿泊プランのことなんですよ。最近高級旅館でも脱デジタル滞在という名前でよく見かけますね。実は僕、去年の夏休みに一度思い切って挑戦してみたんです。そうだったんですか。ぜひその時のエピソードを詳しく聞かせてください。山梨県の静かな宿だったんですが、チェックインの時にスタッフの方に自分のスマホを木の箱に入れて鍵をかけられちゃうんです。その鍵はチェックアウトまで預かってもらえません。うわー、徹底していますね。スマホがないと分かった瞬間、どんな気持ちになりましたか？正直に言うと、最初の1時間くらいはそわそわが止まらなくて落ち着きませんでした。
ポケットに手を入れて、スマホがないって何度も思い出して、まるで体の一部を忘れてきたような感覚でしたね。その気持ちよくわかります。私たちは無意識に一日に何度も画面を確認してしまいますもんね。でも不思議なんです。3時間くらい経つと、だんだん通知が来ないという事実に安心し始めるんですよ。宿の窓から見える緑がいつもより鮮やかに見えたり、風が木々を揺らす音に耳を傾けたり。素敵ですね。五感が研ぎ澄まされていく感じでしょうか。まさにそうです。宿が用意してくれたプログラムで座禅をしたり、ただぼーっとお茶を入れたりしたんですが、一つのことにこんなに集中したのは何年ぶりだろうって感動しました。リフレッシュできそうでいいですね。夜もスマホのブルーライトがないせいか、驚くほど深く眠れたんです。日本では今、情報が多すぎて脳がパンクしている脳過労の人が多いと言われています。だからこそ、あえて不便な環境にお金を払って脳を休ませるという贅沢が支持されているんでしょうね。本当ですね。スマホを返してもらった時、画面にたくさんの通知が溜まっていましたが、不思議と今すぐ返さなきゃという焦りはありませんでした。自分にとって本当に大切なことが整理された気がします。素晴らしい体験でしたね。宿泊しなくても週末の数時間だけスマホを電源オフにして近くの公園を散歩するだけでも効果があるそうですよ。そうですね。今回うさぎさんとお話しして、自分を甘やかすこと、体を整えること、そして情報を遮断することの大切さを再確認しました。今日からまた心に余裕を持って過ごせそうです。そう言っていただけて嬉しいです。リスナーの皆さんもたまにはスマホを置いて深呼吸してみてくださいね。今日は本当にありがとうございました。また明日から頑張れそうです。皆さんは疲れた時、ストレス発散にどんなことをしていますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。それではこの辺で。さようなら。